れが突き出しで使っとる種スープっていうの。若鶏の血入り全部鶏。サブスープは全部ほとんど鶏主体の。何キロぐらい？120、30キロ。ガラだけで、こっちは別として。今日10で大体何キロぐらい？これで1日25キロとかですよ。ハンマーで叩く理由ってあるんですか？いろいろ試したんですけど、やっぱうち営業時間が短いもんで、この髄からうまみが出るんですけど、ランダムに出た方がやっぱ美味しいのかな。サブから何倍か足してメインの柄を移して新しい柄を入れるんですけど、やっぱ暇やと水が減らないじゃないですか。家系なんか他のラーメンではあんまり言わないですけど、スープを回すっていうんですけど、スープが回らない状態、濃度ばっか出てきちゃう。で濃度が出てくるとやっぱこの醤油とタレとのバランスが悪くなっちゃう。そこが難しいです。だからお客さんが来ないとこういう作り方は美味しくならないです。あと鶏の比率、あとスープの濃度、あとこの醤油とのタレとのバランス、だから全部が噛み合った時に美味しくなる。だから営業中それが何回あるかってなる。これ鶏ガラです。凍ったやつを入れて鶏油と分離させる。油を分離させて、ここの上澄みを取る。こうすると油と水が分離してくる。
飯どんぐらい炊くんですか？これで24合を4回炊くんで96合、10升ぐらいですかね。はい、フード。やっぱ脂身はちょっと捨てますね。部位があるんで、外もも、内もも、新玉ってバラバラに入ってくるもんで、同じ釜で焼くと火加減が、火の入り方が変わってくるもんで、なるべく均等になるように。釜によって癖があるんで、どこが火強かったりとかあるもんで、そこら辺ちょっと考慮しながら吊るしていく。なんで家系始めようと思ったんですか？自分で独立するとしたら、やっぱ自己資金もそんな多くないし、そこから家系にはまって、最初はやっぱ抵抗がありますよね。これはラーメンだれですね。ここにチャーシューをつけて、これも継ぎ出し継ぎ出しで使っているタレです。これはまぶし用です。チャーシューまぶし丼とかミニ丼とか用のチャーシュー。
大体何食分ぐらい？これで1日ちょっとぐらいです。牛犬さんの初霜です。どういう感じで他とは違う感じなんですか？一個一個の米がなんかしっかりしてますね。まあ、結局炊き方で決まると思うんですけど、水分量ってやっぱ自分硬い米が好きなんで。家系はレシピっていうより感覚的な要素が大きいもんで、作り手によって全然変わるし、毎日同じ味が出るわけじゃないし、時間によって味も違うし、好きな時間帯に合わせてお客さんも来てくれるし、未だに勉強です。
けど弱すぎると後半弱くなる。このベンチの待ちください。今日は卵の気分です。さあ、先生、こんにちは。で、前テーブル席どうぞ。了承得てみたさん。お待ちください。失礼します。ラーメン行きます。どうぞ。どうぞ。はい。お次の
お客様食券がありましたら外のベンチにお待ちください。入り口側ですね、ちょうどお願いします。はい、柔らかめの方お待ちください。お待たせしました。こちらに入れますです。ごゆっくりどうぞ。カフェ。失礼します。お待たせしました。ラーメンにしますよ。はい、温め多めです。ごゆっくりどうぞ。お疲れします。はい、順番にお作りします。お待ちください。前から失礼します。ライスです。ラーメンお待ちください。はい、固めの方から出ます。薄めの方お待ちください。お待たせしました。ビールオンセットカサベルです。はい、どうぞ。あ、それ入れます。お待たせしました。ラーメン柔らかめです。どうぞ。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。はい、お待ちください。お願いします。稲葉屋さんって結構よく来られるんですか？初めてで、どうですか、初めては。いや、いい意味で醤油が全面に来ないとはい、いうご検討も。か、うまみが最初に来る家系って、初めてに近いぐらい、すごいうまいです。はい、ご検討も。またお願いします。前から失礼します。お先ライスです。はいお待たせしました。ライスです。はい、どうも。
たお願いします。待ってください。お待たせしました。ラーメン5種類お願いします。ありがとうございました。はい。はい、お願いします。はい、ご丁寧にどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。ライスセット3つです。はい。どうぞ。お待たせしました。ライスセット全部普通です。後ろから失礼します。ありがとうございます。秋玉ラーメンです。どうぞ。好みどうされますか？片目味風です。5番。はい、またお願いします。どうも。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。次でがはい、おでんどうも。あ、どうも、いつもありがとうございます。
ますお待たせしました。ラーメン中辛固め濃いめほうれん草おろしです。どうぞ。どうぞ。今度は新しいそうです。4つ。ある時間今度は新しいなと思います。まずは生ラーメン柔らかめのありがとうございます。4名さんカウンターでもよろしいですか。よろしいです。じゃあちょっとお待ちください。ありがとう。すいません、恐れ入ります。ましたミニ丼です。ミニ丼とライスで2段でお待ちくださ。はいい、どうぞ。ミニ丼セット固め濃いめほうれん草味玉のせです。はい、失礼します。どうぞ。お待たせしました。ミニ丼セット濃いめ多めです。失礼します。ほうれん草はお待たせしました。特製ラーメン濃いめ多めです。ごゆっくりどうぞ。美味しかった美味しいです。美味しいですね。めっちゃ塩うまいですね。よく来られるんですか。いや、初めてです。三重から来ましたね。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。スープ調整します。少々お時間ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。
10万円お出しします。あたりどうぞ。柔らかめの方お待ちください。お待たせしました。ラーメン中盛り柔らかめです。ラーメンとご飯よく来られるんですか？今日初めて。たまに好きです。きです。10万円お作りします。お待ちください。お待たせしました。ラーメン固めです。ミニノンスープ固めです。はい、どうぞ。ラーメン全部です。はい、どうぞ。お待たせしました。ラーメンはい、どうぞ。どうぞ。美味しい。ミニノンセット全部です。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。ライスセット全部普通です。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。あ、はい、どうぞ。青ネギラーメンです。ありがとうございます。宮林さんには月何回ぐらい来られるんですか？っていうか週4、5ぐらいですかね。
稲葉屋さんの魅力って何ですかね？スープがすっきりしとるのに肉のうまみが奥深くって、で最後までスープ飲み切っても胃に来ない、くどくない、食べやすいのが魅力だと思います。おすすめの食べ方とかあります？とにかくニンニクとトンバージャンをスープに入れずにレンゲの上で作ってスープを壊さんように食べるのがいいと思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。釣りがない。あ、からありがとうございます。来週月火でき確定です。大丈夫です。お待たせしました。2両セット中盛り固め濃いめ多めです。お待たせしました。2両お待たせしました。下間ラーメン油漬けの方はい、どうも、ご清聴も。ありがとうございます。固め濃いめですので、固め作る。ありがとうございます。ああ、どうも、いつもありがとうございます。
番に出ます。新しい想像。柔らかめの方ごください。お待たせしました。特製ラーメン固めです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お願いします。好みどうされますか？全部普通で。はい、どうぞ。ラーメンお待ちください。はい、ご提供も。ありがとうございます。じゃないです。はい、おでりどうも。ありがとうございます。はい、おでりどうも。ありがとうございます。お願いします。お待たせしました。特製ラーメン普通です。
営業が終わったら一回抜いちゃう。そうです、全部捨てちゃう。家系で全抜きっていう作業です。入れっぱなしだと骨っぽさが出てきちゃうんで、こうやって抜いて一回きれいにして。でもこれでもやっぱ朝から炊いてるんで、朝と夜とはちょっと味変わってきますよね。本当に言うとどんな違いがあります？やっぱ若干豚骨が強いスタートになります。特化って言っても骨もあるし、ちょっと肉のカスとかもやっぱ出てくるし、朝は完全に分離した状態から始まるじゃないですか。正解がないんで終わりがないです。お待たせしました、にんちゃんです。以上のそれですか？いらっしゃいませ。お待たせしました。大盛りの味噌ラーメンです。うまっ。めちゃくちゃうまい。2種類の味噌をブレンドをしておりまして、赤の系統の味噌と、それと田舎の合わせのような味噌2種類をブレンドして、さらにちょっと一工夫して、その麹が味噌を濃厚にさせてくれるので、それをさらに足していきます。ミンチ作る穴のもう一番でかい穴です。普通のミンチじゃないです。穴自体が強烈にでかい。12ミリってだからミンチ一つがでかいです。普通のハンバーグに練り込むミンチよりはやっぱ粗いので、味噌となんか面白いマッチングするんじゃないかな。りんちゃんが3。はい。大柄がじゃあ2。大柄が2。まだ食ってねえだろ。まだ食ってねえだろ。水も麺だよ。水も麺とか。めっちゃおもろいね。変身してみんなの前で。みんなの前でどうでしょう。どうでいいで。はい。で、あいつ毎日毎日出したんですよ。それをあと10万くらいですか。見返したら、試食的にお前俺のプロフィールこれやな。
じゃあ、半からで。お願いしましたお待たせしました。大辛です。お願いしましたお待たせしました。あと半辛のラーメン。お待たせしました。忍者3つ目です。はい、お待たせしました。それはそうだよ。マジでもらった。ダメです。お疲れ様でした。ソーセージビールです。丸ごとね。丸ごとに。そしたらバレーはでもさ、絶対さ、フルーツよりも小さなBDR 見たかった。ニンニクに誰がおったの？ここタイガー。ここタイガー誰がおった？ここは。何ダメ。ちょっと頑張って。お待たせしました。大盛りニンニクトッピングです。お味噌ラーメンです。味噌ラーメンですね。お待たせしました。お待たせしました。
オリックス。めっちゃ。マジでうまい。やめろ本当に。お待たせしました。大盛りの味噌ラーメンです。普通盛りです。味噌ラーメンです。お待たせしました。めちゃくちゃうまい。スタッフさんみんなめっちゃ笑顔で振る舞ってくれて、しかももううまいし、もう来るしかないですよね。お待たせしました。ニンニクのトッピングです。おすすめ味噌ラーメン。ニンニクトッピングとか。味噌ラーメン3つで1つにニンニクある。チャーハンいっとくじゃあ。ワンチャン3つ？ワンチャン3つ。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。ニンニクトッピングのお客様。はい。こちらニンニクトッピングです。こちら普通になります。はい。こちら2つ目ですね。めっちゃいいですね。お待たせしました。うまそう。ありがとうございます。うまい。大盛りにすりゃよかった。お待たせしました。餃子です。はい、すみません、お待たせしました。青からです。こちらから青から2つ目です。開いた時に卵入れる。じゃあ忍ちゃんさんの味噌ラーメンをよく来られるんですか？
笠松とあと柳津にも行きました。ここだと、味噌が美味しくて、笠松だと、にんにく醤油のお肉がすごいたっぷり乗ったラーメンがすごくて、あとチャーハンがすごい美味しいんですよ。私すごいチャーハンが好きで毎回頼みます。はい。味噌ラーメンの半辛と味噌ラーメンの大辛の大辛をにんにくトッピングですね。はい。大辛にんにくトッピングです。こちら半辛になります。お待たせしました。お待たせしました。大盛りにんにく味噌ラーメン。お待たせしました。僕です。はい。それじゃあお待たせしました。こちらも辛さ普通の方のにんにくトッピングです。お待たせしました。じゃあ兄ちゃんです。お兄ちゃん、はい、チャーハン。これ誰？お前の？何してるの？あとニンニクチャーハン。ニンニクチャーハン。カンちゃんが2、カンちゃんに5.1。あれまだはんちゃんに詰める。お待たせしました。土手です。お待たせしました暑いかな。お待たせしました。今リーベルプレートですごいそうっすね。お待たせしました。ニンニクトッピングと味噌ラーメンです。お待たせしました。以上でお揃いですか？以上伝票です。こんな感じでしたね。 4名様ですか？いらっしゃいませ。卵はもう赤玉にこだわってます。卵黄がすごくオレンジ色で綺麗なんです。焼き豚のタレの味を入れたいので水分拭き取ってから入れます。そしたら濃厚な味玉になります。今つけたものは明日の午前中とか明日の日中から夜にかけて使うもの。2日目の味玉っていうのはもう味玉の中でも一番美味しい、一番おすすめしたい。これ乳化させます。油と味噌を入れて。味噌マジで嬉しいよ。これラーメンラーメンですね。これでしっかり混ざってる。2種類の味噌と酒と麹、酒の旨味が
味噌の中に入ってるので、やっぱり味噌って麹が入れば入るほど濃厚になる。東海エリアなのでこういったちょっと濃い色が好きな方多いので、ちょっとそっち寄りの色に。このつぶつぶしてるのは麹です。チームへどうぞ。グリフォリです。サッカーチームですか？サッカーチームです。ラーメン三条さん、やっぱ味噌が濃いめでガツンとくる感じですかね。味どうだった？美味しかった。味が濃くて美味しかったです。美味しかったです。いらっしゃいませ。お待たせしました。俺もない。はい、お待たせしました。こちらから失礼します。まずニンニクトッピングです。こちらが普通になります。これが普通です。普通2つ目です。お待たせしました。あれ普通やね。お待ちください。いらっしゃいませ。ナンバーさ、もう一度持ってってありがとうございます。ごめんなさいね、お待たせしました。ラーメンです。はい、お待たせしました。ラーメン一つ。はい。お腹いっぱい。はい。さんと伊藤さんまた違うからな。麺半分になります。お待たせしました。お待たせしました。これ大好きなマッチョ。足した方がいいので、これ終わったら。怖そうな。お待たせしました。これです。ご注文お決まりですか？はい、お伺いします。ありがとうございます。ありがとうございます。2つ目。
バタートッピングを2つです。こちら置きますね。すいません、お待たせいたしました。はい。はい。お待たせしました。うまい、本当にうまい。美味しいです、美味しいです。香ばしくっていうか、美味しいです、この味噌。僕普段あんま味噌ラーメン食わんすけど、これやったら食いたいですね。で、にんちゃん。バタートッピングの波がさんと半ちゃんさん餃子です。ありがとうございました。味噌ラーメンと餃子で、ラーメンとちゃんの大盛りで。りんちゃんお盛り。はい、あります。通常なしなんですけど、ハンバーグからどうぞ。青からね、はい。ハンからね。はい。様どうぞ。味噌ラーメン。はい。そのままで。はい。味噌ラーメンのニンニクで、パンからベト皿。ベト皿。ごちそうさまです。そうですね。久しぶりに私も入って。あ、そうなんですか。もう全然バタバタ。いいらっしゃいませ。こちら、2つお席お願いします。いらっしゃいませ。お決まりですか。はい、お願いします。味噌ラーメン1つ、はい、ニンニクトッピング1つ、はい、金ちゃん2つ、ベト皿1つ。はい、お待ちください。お待たせしました。お疲れ様です。
ングで。お待たせしました。はい。薄いですか？これやっちゃう。これ入れない。自家製で作った香味油です。この味噌の油なんですけど、それを別で作ってます。動物系の油じゃないので、さっぱりとした油だからさっぱり飲めるっていう。初めて来ました。味噌ラーメンいろんなところで食べてますけど、ここの独特な味がして初めて食べた味。大盛り1です。おはようございます。今年で2年目になります。気をつけてることとかあるんですか？まあ、基本的っていうか当たり前のことを一回一回しっかり丁寧に入れるようにっていうのは気をつけてることではあります。土手で使うものですか？そうです。お子さんの霜降りの筋ですね。これを豪快にやって。から仕事楽しいですか？仕事これですか？楽しいです。なんか難しいことってあったりします？難しいこと。なんだろう。仕込みとかを覚えるの苦手なので全部難しいです。一応お仕事してるので別でたまにお手伝いって感じ。お父さんのお仕事の働きってどうですか？お父さん自身、素晴らしいと思います。バタートッピングです。ありがとうございます。お待たせしました。はい、ここは初めてですけど、他の店舗に何回か行ってます。今日は何を食べられたんですか？今日は味噌ラーメン味噌ラーメン、そう、味噌ラーメンとニンちゃんです。店舗ごとに味違うけどどこも美味しいです。味噌でやろうってなってからかなり時間とそのいろんなその壁ですか、いくつか超えて、で今でもこの味噌が正しいかどうかですけど、この2年半でさらに変化を加えていって丁寧にいっぱいいっぱい溶いていくっていう作り方まで改善して、麺を、オープン当初からするとさらにその
もっちり感とコシ、あと小麦の特性とかを僕たちがその2年半で改善してきたその集大成の麺をやっぱり知ってもらいたいですね。しました。味噌ラーメンです。お待たせしました。味噌ラーメンお待たせしました。ラーメンにニンニク。大盛り。じゃあはい。
ございます。お待たせしました、兄ちゃんです。以上のおそれですか？ありがとうございます。明日は全然別のところで。明日はもうオフですね。あ、そうですか。じゃあゆっくり休んでください。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。ごめんね、あとお願いします。お疲れ様です。毎日です。1時間、2時間かけてやって帰ってますね。大将の湯切りを見たらこれがあるからなんだ、美味しくできるのは。なんであなたここになった？はい。じゃあお客さんからお題いただけないよと。もう小券に来なければ飲めないスープ。僕負けず嫌いなんで自分に負けたくないんですけど、これしか飲めない。ここには徹底的にこだわっていきたいですね。うまいわ。あ、うまし。はい、うま。やっぱ大きいシナチクとチャーシューがかなり美味しいですね。なんか馴染みの味みたいな感じですね。お待たせしました。どうぞ。もう20年ぐらいかな。さっぱりしてて好きですけど。塩漬けのメンバー、塩漬けますね。これまだ味がついてない。あ、1日分ですか、それは。1日、これも軽く出ちゃいますね。メンマ系のメニューこれ出るじゃん。結構競輪の選手が多く来られてるなと思って。そう選手からもお花いただいたり。2年前まで現役の競輪選手ですね。名古屋競輪でやる。名古屋がメインでこれはメンマの外側の部分、食べるときに中に残るんですよ。はい。この部分を回していただいた方が、これが塩漬けメンマのこ
こが秘密のはい秘密あ、そうなんですね秘密のあ、じゃあ笑福軒さんだけってことですか。独自のブレンドでもともとなんか店主と客の関係です。その後市場と弟子の関係を結ぶことになるんですけどね。山本さんからお願いをされた感じですか。20年間通ってたんですよ。辞められた時にそれまで友人関係はいはいではいたんですよ。退職崩されてやらないよ辞めるのはショックで、もう一回だけ食べたら僕が飛ぶ自分でもう一回だけ作ってくださいってお願いしたんですよ。でもその時点で店閉めちゃってるんで、ガレージの方に全部このセットを作ったんですよ僕が。これもうワンセット家にあるんですよ。うちオール電化だったんですけど LP ガスこの場に来てこれも全部用意して、全部用意してでその一杯のためにで市場に来ていただいてスープ炊いていただいてうまいと思ってそういう流れの中でじゃあちょっと教えてやるなら修行してみるかと。これがここの復活エピソード。自分がどうしても食べたかったっていうのがまず先に来ますね。2年前まで現役の競輪選手を続けながら修行というような形になったんですけど、最初の3年近くはもう教わった通りに炊くんですけどやっぱりダメなんですよ。こんなスープじゃお客さんからお題いただけないよと。3年経った過ぎあたりから、まあ大丈夫だろう、お客さんになる。店探しなさい。場所はどこがいいですか。どこでもいい。駅が近いだとか駐車場どこでもいい。田んぼの真ん中でもいい。言ってやるとすげえなと思って。全松浦さんがおっしゃってた。そうです。かっこいいっすねかっこいいですよ。だから今ってどのぐらいお客さん来られるんですか。70人ぐらいかな。一番来られたのはどのぐらいなんですか。100超えてますよね。土曜日がそう。ああ、19時まで。そうなんですけど、はい、投資なんで。はい。すごいいい匂いしますね。もういいですか。複数のこの醤油を証券独自のこのブレンドでやってます。このブレンドは企業秘密ですよねバラになります。丸くなったりチャーシューってこうなんですけど、この骨輪切りを意識しながら余分な油美味しくないところは捨てちゃいますね。これが完成形ですね。はい。簡単に言うと。どのぐらいにいるんですか。大体30から40の間。やっぱ色がすごいついてますね。そうそうそう。かけすぎても硬くなるし、弱くても出来上がらないし。
笑福軒さんのこだわりっていうとあれなんですけど、何でしょう、他と違うところとか。もう笑福軒に来なければ飲めないスープ、僕負けず嫌いなんで自分に負けたくないんですよね。これしか飲めない。ここには徹底的にこだわっていきたいですね。大体気合が日によるんですけど6時間前後。返しは何か数種類の醤油でブレンドね、笑福軒のブレンドで一子相伝なんで師匠から教えていただいた。笑福軒さん自体もどこかで修行されてから先代が東大道場の前身本家の楓明さんの食堂ですだからもう直系できてますよね。島田さんも廃業されて島田さんの製造ラインを桔梗屋さんが受け継いだ形になるんです。もうずっと松浦さんが笑福軒をじゃあやられてたってことですか。営業日が少ないじゃないですか。何か理由があるんですか。本来で4日も働かないで3日休んでね。その日だから45になります。松浦さんが62なんで17違う。お父さんっていう感じではないですよね。感覚的に親父と兄貴の真ん中今まで弟子取ったことあるんですか。あ、そうなんです。山本さんが笑福軒継がれて嬉しかったりします。松浦さんは何年ぐらいやってたんですか。15でね、修行一挙だね。高麗家、大礼が平さん。修行は15から8年修行して、昭和60年だね、23の時に出してさ。はい、どうぞ。はい、かしこまりました。ネギ。はい、じゃあ、下でどうぞ。まずいと、ごとぶき、いただきます。
さん、湯入んでいいですか？どうもありがとうございました。またどうぞ。またどうぞ。どうもありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。
半分休んどる。ありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。はい、ありがとうございました。お待たせしました。お待たせしました。お願いします。はいはい。そんなにお時間もかからず。一番。皆さん後ろはいない？全然前。大丈夫です。はい、いいよ、はい。お待たせしました。左回し2番はい、ね。2番さんに2番、2番。はい、ありがとう。それが寿。寿はい、5番さんです。はい。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ。まずお願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。こちらの席どうぞ。今日ガチなんでお願いします。よくないんでガチなんで。スープ持って帰る専用の水筒だ。わかる？これ。毎回そのようにされてるんですか？そうだね。スープが残るわけよ。うちの兄貴。よく来られるんですか？これ見ればわかるな。これ見れば。そうですね。専用のボトルがあるんだよ。はい。すみません、お水一杯。あ、すぐ待ちますね。おはようございます。皆さん長く取ってた。はい。はい、お待たせします。こんだけ、いや、そうです。お待たせしました。だったらな。芯から。出前持ってこうかな。何年来るかな、仙台の時からだろうね。もう20年ぐらい来るかな。昔のところは朝8時半からだったんだよね。俺は朝ラーっていうのさ、朝ラーメンって言うんだけど、でもここも新しくなって10時半からやってるんで、嬉しいね。変わらん味でいいんじゃないですかね。ありがとうございました。またどうぞ。マイジョーもね。マイジョーゴ。気があるな、それ。いやいや、ルイ・ヴィトンって書いておまねしていただけるんで、美味しいですよね。作り手としても持って帰ってもらえるんですもん。美味しいですよね。これね、家でね、ラーメン入れるので、あとはチャーシュー入れてもら食べるかな。で、残ってるブリ太郎で出さんわ。出さん。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとう。ありがとうございました。どうもでした。またどうぞ。ありがとうございました。一緒にご案内できる。今、お願いしますね。お待ちくださいね。70代から77代がスマイルがないから追加券ちょうだいって言っていただけるので来てくれましたので、こちらそのドリンク代の方でお願いしております。カップルの方たちがそうだ。はい、提供してます。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ。お待ちないのでご了承ください。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞ。どうもありがとうございました。立ち食いスタイルいいですね。それ。ごまつ。
はいごまつはい皆さんホールよろしくねはい松3つお待たせしましたどうぞお待たせしましたはい通ります失礼しますここはまあ中華街いらっしゃいませ松本鈴木ねはいすいませんあいい待っていらっしゃいませいらっしゃいませお待たせしました左側あ、どうぞこちらになりますありがとうございましたネギおろしですよはいはいお待たせしましたはいどうもいただきましてよじゃあうまっお待たせしました初めてです。そうですね。美味しいです。東京から来て出張で、はい。ありがとうございました初めてですね。さっぱりしてて好きです。ありがとうございます大丈夫ですかあ、大丈夫です。はい疲れますね。疲れる。入ったらバターで。ありがとうございました大丈夫お仕事だからねいいよ、渡してください、渡してください大丈夫です太っ腹なんでお待たせしました大松茸は高めね2つでも普通に松茸、片面、片面。どうぞ大松茸。はい、皆さんホールよろしく。はい、ネギおろし、大ます。片目ね。片目ね。大松はい、竹ネギおろし。
はい、皆さん、竹どこ。竹3番さん、4番って菊なんで。はい、よろしくね、ホール。竹。竹3番さん。それから失礼します。竹です。お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。はい、皆さん、準備よろしく。ありがとうございます。竹第10第10。そうです。行こうか。どうぞ。ありがとうございました。どうぞ。いらっしゃいませ。お先に目の松茸風こちらの席どうぞ。おめえマジかね、青とか思って。ちょっと待って、ちょっと味わいます。ありがとうございます。いただきます。あ、うまし。はい、うま。お待たせしました。すみません。豆腐店さんの魅力って何ですか？やっぱ大きいシナチクとチャーシューがかなり美味しいですね。麺も独特だし、昔からだもんで、なんか馴染みの味みたいな感じですね。一つネギを、一つがネギなし、大松がネギなし。大松がネギなしね。このまま。ここから行こう。はい。駐車料金お願いします。行くよ。2名の待つお客様、大変お待たせしました。2名様でよかったです。あ、全然お願いします。荷物ネギなし。3番さん。はい、よろしく。はい、ネギなし。はい。ね、大丈夫かネギよしね。大丈夫。はい、行くぜ。どこ4番さん。はい、4番さん。はい、お願いします。ネギよしね。はい。あ。はい。はい、切りね。はい、切り。はいはい、これで OK。はいはい。お待たせしました。どうぞ。はい。お待たせしました。あ、皆さん、ほいってよ。はい、よろしく。提供のためにありがとうございます。あ、
たせしました。次、大魔どうもありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。そうなっちゃうんですよね。ありがとうございます。助かります。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとう。どうもありがとうございました。またどうぞ。皆さん、ご自座ってます。またどうぞ。またどうぞ。ありがとうございました。これでもよかったのかな。お待たせしました。どうぞ。100円でいいかな。お待たせしました。ネギ欲しい。証券さんが閉まったの。僕はもうそれを食べに来るために退院して杖ともう装具で行ったら、あれ証券なくなっとって、である時新平君は競輪つながりでそれで知ってオープンしてで来たら大将がいた。退院してから6年越しでやっと食べれることになってすごく嬉しかったね。でもすごく一生懸命ね、味に大将は真摯に向き合ってるんで、でもね大将いるんですごく嬉しいね。大将の湯切りを見たらもう全てあこれがあるからなんだっていうぐらい美味しくできるのは本当湯切りが大事なのをすごくこれ本当極みだと思う。10時ぐらいからラーメン食べさせてもらってたんで朝から行ってだいたい2時前ぐらいにはスープがなくなってたんでどんどん味の深みが増していくのを知ると今日の体調で時間を決めてラーメンを食べに行くっていうのができたところだったので僕は今日は体調がコクのあるのが行きたいなと思ってこの時間に来るんです。だからすごく味が多分朝仕込んだやつからどんどん良くなっていくっていうか変わらないいつも安定したでも自分に合ったスープの時間帯に来れるのが好きですね。そのメンマに対してもすごくこだわりがあるのであと麺だからずっと変わらないですよ。ずっともう30年ぐらいかな。最初は普通に美味しいな美味しいな2回目美味しいな3回目もう次からまた来たいな。大体みんな味の虜になるのは3回。自分家でもショーケ作るぐらいそんなにいないですけどね。家でショーケ作るそんなにいないですよ。心意気でこのクラスかこのクラスねこのクラスじゃないそうだねお待たせしました。どうぞ。酒で酒込ますかね。お願いします。お願いします。いただきます。今日ははい。お願いします。まずはねスープをね。
2階失礼します。お待たせしました。待つね。正規。いや、もう。はい。大松、大松。長いますか。はい。ああ、もうそうなんだ。これもう処理の場所が3つしたかった。了解です。チームですか。お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お待たせいたしました。特上です。卵です。ありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。鶏の出汁とそれを引き立ててくれる椎茸とか昆布とか、煮干しとかが入ってる出汁です。これは炭火で焼いた鶏を一晩漬け込んだその醤油とかがそっちは入ってるタレ、それをまあ低温でじっくり火を入れるんですけど、その鶏肉からの出汁とこのかつお系の出汁を合わせるっていう感じでやってます。焼き鳥ラーメンって珍しいと思うんですけど、同じ市内で焼き鳥屋をやってて、コロナの時期に焼き鳥屋の昼間の曲がり営業みたいな感じでのれんを変えてラーメン屋をやりだしたっていうのが、きっかけで、そういう形だったので焼き鳥と鶏に特化したラーメンがいいなと思って。焼き鳥はどのぐらいやられてたんですか？焼き鳥自体は15、6年やってます。朝はなんかその親子丼が食べたいという声がすごく多かったので、親子丼とちっちゃい細麺の味噌汁ラーメンをつけるようにして、それが結構出るとその1個の丼なんで、普通のラーメン屋さんより米がちょっと出るんじゃないかな。今だと、とりあえず2升25炊いて、もしかしたら追加したりとか途中で。
まあ、基本的にはカットしてすぐできるような形にはしといて火にかけれるように生姜とか香辛料系油と香辛料で油にこうそういうのを移すみたいな感じです。コロナの時期にそのラーメン屋で2つ始めたんですけど、ありがたいことにそのコロナが明けて、まあ、忙しくなってどちらもキャパが30席ぐらいだったんですけど、その昼間やりながら夜は焼き鳥で焼き鳥も串にポンポン刺してこだわって結構やってたので、それをやりながらラーメンがめちゃくちゃ忙しいと多分このままいくとすごくクオリティが下がってきちゃうっていうのがまあ一番で、それをちょっとどうにかしないといけないなと思ってて、その焼き鳥は本当に15年ぐらいずっとやってたんで、お客様もすごく一緒に育ててくれたというか来てくれてたんで、春日井内だし、そっちに移ってちゃんとラーメンに集中して一回やってみたいなっていう気持ちがあって決断しました。はい、肉って部位とかあるんですか？もも肉を基本としてて、朝はちょっとヘルシーに入れたいなっていうので胸も入れてたり、台湾には少し胸が入って、昼間のチャーシューは、ももを 100% でこう塊にしてチャーシューっていう感じにしてるんですけど、朝は1枚のままを炭火で焼いてそれを炊いてるのでこう崩れやすくっていうのでほぐれ肉って呼んでて、ほぐれるような感じでチャーシューっていうより1枚の朝のほぐれ肉、ももと胸です。タレというか炊く前のかつお、しいたけとか昆布とかこういろんなものが入ったやつに一晩ポンと漬け込んで焼いたすぐ、そうすると香りが閉じ込まれて焼いたらそこに漬け込んでそれを低温でじっくり炊いていく。美味しく胸も入れてヘルシーにっていうので、少し値段を落としたかった、ほんのちょっとですけど値打ちに提供ができるかな。そのままチャーシューを巻く手間の分ちょっとお安くしてる。前日に炭火で炙ってちょうどいいところで叩きぐらいのもも肉を洗ってこれを最後に仕上げる。朝の親子丼の大きさのやつ。チャーシューと一緒に炊いたネギを細かく切って混ぜご飯みたいな感じのおにぎりにしてます。ラーメンに
一番最後の方に入れてちょっとお茶漬けみたいにしてもらうのが一番美味しいかなって思いますけど、でもいろんな食べ方してもらってます。お客さん見ると朝せっかく早起きしたらっていうので、ちょっとなんかいいことがあったらいいなっていう気持ちを含む、朝の一番先着2名様まで倍の大きさのおにぎりを作って、で朝一来られて一番乗りしたら、あ、でかいやつあったみたいなのがなんか嬉しいかなと思って、皆さん大きいやつ取っていってもらって嬉しいです。行った時に、できれば何かがあるお店にしたいなと思って、なんか本当にちょっとしたことでもいいんですけど、何かトッピングが今日できるとか、麺が変更できるとか、ちょっとそういうのを週末に持ってきたりとか、インスタとかで告知させてもらって、結構急ですけど、今回は親子ラーメン、親子丼が人気なんで、ラーメンと合わせたらどうかなってずっと思ってたんですよ。ちょっと調整して合わせてみたらめちゃくちゃ美味しくて、これは出してみようと思って、何回か出しててすごく好評なんで、麺の変更の手もみ麺、それと合わせると親子ラーメン結構美味しいな。今回はそのやつを、先着20名様ぐらいでやります。お客さんはいろんな方がいらっしゃって、この辺工場も多いし、夜勤のお客さんとかお休みの方だったり、普通に奥様たちが朝ラーメン食べに来てくれたり、お子さん連れてきたり、普通に平日でも仕事前の方がいらっしゃったり、うちのやつは本当に無課長で作ってて、体を整えるぐらいのイメージして作ってるんですけど、だから別に重たくないように作ってるし、食べた本人もお腹いっぱいになって満足感があるように、年配の方もそれで朝からラーメン食べたって元気だねってお友達に言われるようなラーメン屋がいいなっていう風に考えて、看板とかにも書いたりしてる。そう、これが開始とチーユです。親子ラーメン、縮れ麺、お待たせしました。失礼します。すみません、順番に券売機買っていただけますか。奥の方からどうぞ。温泉様から、はい、実はよろしくお願いします。はい。
はい、すみません。失礼いたします。親子ラーメンです。どうぞ。お待たせしました。あとご飯あります。失礼します。大ライスになります。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。大変お待たせしてます。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながらお召し上がりいただけますか。納豆ラーメンです。はい、すみません、お待たせいたしました。どうぞ。お待たせしました。親子ラーメンです。はい。はい、失礼いたします。大変お待たせいたしました。すみません。鶏肉中華そばです。お肉の方崩しながら召し上がりいただけますか。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お待たせしてます。いらっしゃいませ。うん。裏に変えてバンドで。ありがとうございました。いつもありがとうございます。すみません、お待たせしました。はい、お待たせしました。大変お待たせいたしました。納豆ラーメンですね。はい、すみません、どうぞ。お待たせしました。台湾ラーメンです。はい。
で召し上がってください。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、いつもありがとうございました。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。量これ出してくれる。お待たせしました。ほぐれの半熟卵トッピングになります。いや、すごい美味しい。スープも結構香ばしい感じして、鶏肉もすごいホロホロですごい噛まなくても崩れるんじゃないかなぐらい柔らかくて、とっても美味しいです。材料ってある？どうもありがとうございました。どうぞ。次のやつ、はい、こっちに、そこにあるでしょ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。これ台湾ラーメンです。はい、よく混ぜてお召し上がりいただけますか。お待たせいたしました。鶏肉中華そばです。お肉崩しながらお召し上がりください。香りもヤコラーメンがいい。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。新井さんよく来られるんですか。まあそうですね。結構週1ぐらいで。お仕事何されてるんですか。ちょっとバーの経営を。僕ら夜型人間なんで、朝にちょっとやっぱラーメン食べたいっていう気持ちがあるんで、朝ラー最高っす。ありがとうございます。何？あっちも行っちゃっていいですか？行っちゃうよもう。いいです。置いてっちゃっていいですか？どうぞ。先にコールでいい。私もう少し入ってます。入らん。500
お味いかがですか？美味しいです。はい、ありがとうございます。お味いかがですか？めっちゃうまいです。納豆ラーメンがもう一つ。はい。はい。ラガーか朝日。じゃあラガーと朝日。あれ。お待たせしました。あ、これだよ。ちょっと待って、待って、待って、帰る。最後のそれ。美味しかった。お待たせしました。はい、納豆ラーメンです。どうぞ。今日は何を召し上がられたんですか？今日納豆、朝風呂行ってから納豆。日々美味しくなってる気がする。と勝手に思ってますけど、わかんないけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。こちらも次どうぞ。はい、鶏肉中華そばです。どうぞ。お肉の方崩しながらお召し上がりください。
ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、助かります。ありがとうございます。火を炙ってくれる。景色に手伝ってくれる。これ頼む。とお昼のラーメンの違いは、まずこのチャーシュー3個ぐらい塊にするんで、朝のやつよりちょっとしっとりするというか、チャーシュー食べてるなっていう形になるんですよね。朝のやつはそのまま1枚なんで、そのまま、ほぐれるようなホロホロの食感なんですけど、こっちの方はちょっとこう水分が中に溜まるというか、このままの形なんで、焼き鳥とそのチャーシューの作り方で、僕の中では脱水加水が結構重要かなと思うんで、焼き鳥って余分な油と水分を落とす脱水の効果があって、それをした後にだしに漬け込んで1日っていうのところで加水してその味がより入る。臭みだったりとかそういうものは焼き鳥の効果で、消えていい炭の香りになると思ってるんで、それがこのチャーシューだとより表面がいい色を落として中は結構しっとり、こんだけ分厚くても低温でじっくりやるんで、その食感が豚に負けないようなチャーシューを作るっていうのが目標なんで、そういう風なところが一番違います。あとはその味が選べるっていう形で化学調味料をなしで作りたいなと思って、やっぱりそれ入れるだけで味の決め手だったり、パンとやっぱ味が変わってちょっと癖になるっていうか、やっぱりラーメンの中毒性みたいなのはそこで出ちゃったりするんで、化学調味料なしでやるっていうのはこの挑戦みたいなラーメン屋としてのここまで美味しいの出せますっていうなしでも美味しいものが作れるなって僕の中では思うんで、どっちか選んでもらうっていう意味でそのどっちもにしてる。その分朝は塩を置いて塩分をちょっと調整してもらったり、濃さを少し調整できるような形で、朝も昼もどっちも来てもらいたいなっていう形で変えてます。じゃあ1番ペどうぞ。はい、どうぞ。失礼します。激辛の大盛り。はい。よく混ぜてください。どうぞ。とても美味しいです。ちょっと辛いけど美味しいです。そうですね、そこそこ来る感じですね。先週も来ましたけど。あ、そうですか。何召し上がってる？激辛取りたい。はい、結構辛いです。癖になります。しました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、失礼します。鶏台湾ラーメンになります。
大変お待たせいたしました。鶏肉中華そばのあっさりです。はい、いいですか、じゃあ。ありがとうございます。助かります。はい、すいません。お待たせいたしました。すみません、失礼いたします。気をつけて出してください。はい、いらっしゃいませ。2名様ですね。少々お待ちいただけますか。ありがとうございます。お願いします。千葉県の柏というところから来ました。今日たまたま近くに車を今止めてたんですけど、美味しそうなラーメン屋さんを調べた後なんで、鶏のさっぱりするの食べたいなと思って、はい、来ました。お味いかがですか？さっぱりしてるんですけど、なんか深みがあるというか、すっと喉にも通ってきて、めちゃくちゃ美味しいです。大変お待たせいたしました。鶏肉中華そば上のあっさりですね。はい、すみません。大変お待たせいたしました。どうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。失礼いたします。お待たせいたしました。鶏肉中華そば上のあっさりですね。失礼いたします。はい、ニンニク玉醤油です。あとご飯します。ありがとうございます。ありがとうございました。大変お待たせいたしました。はい、あっさりの上塩卵です。はい、すみません、どうぞお待たせしました。よかった、今日生きてて。いただきます。あー、めっちゃ嬉しい。一番ね、このネギが好き。ネギからいこう。焼きネギや。どう？うんうん。よく新井さん来られるんですか？あ、そうなんです。前に焼き鳥屋さんだった頃からすごい大ファンで、その時は夫と行ってたんですけど、今は夫以外の女友達すごい誘ってめっちゃ来てます。私納豆ラーメンがすごい好きで、納豆ラーメン初めて食べた時に納豆とラーメンってめっちゃうまいんやってなって、そこからもう納豆ラーメンを食べに頑張ってきてます。今日は納豆ラーメンじゃないですか？今日納豆ラーメンなかった。これも好きやで、あと親子丼が今日あるってインスタ見て、親子丼は迷わず選びました。お疲れ様です。
ありがとうございました。また来ます。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。特上です。大変お待たせいたしました。はい、すみません。失礼します。上位になります。気をつけてお越しください。はい。助かります。ごめんなさい。はい、すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。ラーメンです。ごめんなさい、ありがとうございます。はい。どうぞ。3つどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ください。鶏台湾ラーメンお2つです。はい。よく混ぜてお召し上がりいただけますか。ベースに調味料入れて、昆布とか椎茸とかも入れるんですけど、ちょっと甘い返し、そこにも鶏が入ってるんで、シー油、鶏の油、その鶏白湯のだしで鶏肉なんで、めちゃくちゃ鶏なんですよ。めちゃくちゃ鶏に仕上げてる。鶏台湾ラーメンの大盛りです。お待たせいたしました。よく混ぜてお召し上がりください。ありがとうございます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 。ご飯
スト毎週来てますね。これはあと巨大ですよね。チャーシュー蒸しです。ありがとうございます。これは通常のラーメン用の、今日の夜のやつはまた別時刻で。これは部位的にはどこになるんですか？これ肩ロースですね。卵黄が出るんで卵白がまだあるものは使わないんで。打つ面によって湿度が出てるんで、今の余量ですね。もう一回打つので、仕入れから帰ってきたら打てるように今合わせて、このまま冷蔵庫。これフランスパン用のメゾンカイザーって有名なパン屋さんの粉なんですけど、今日の焼きそばの麺のためにこれを仕入れてます。これは北海道産の中力ですね。細麺なんでちょっとコシ出すためにいつもこのバイタルグルテンをしてます。これは今日の夜用のためだけに売ってます。これはもう明日用ですね。スープですね。スープによってちょっと具材変えるんで。毎日カレー作ってるから結構年季が入ってデコボコですよね。カレー専用になっちゃう。何個って決めちゃうと楽しくなっちゃうんですから、結構その都度変えます。これ今複合っていう工程ですね。複合することでより混ざる。そうですね。あとラーメンの特徴としてグルテンの方向が一方通行なんで、こういう風な流れになるんですね。麺がこうカットすることによって噛んだ時に噛み心地がプツプツっていう感じになるのがラーメンの特徴ですね。うどんとかはこういう風に交差して打っていくんで、そうすると噛み心地が弾力がもちってした感じになってきます。水煮皮鶏ですね。カレーを常に
用意してるんで、ひどい時だと朝2種類作らなくちゃいけない。よくカレー屋さんマリネするんですけど、マリネを鍋の中でやってしまうという超時短なカレー作ってる。うち食堂ですからね。クミンですね。クミンちょっと多めに入れます。これだとちょっと控えめにします。でマサラ皮ごといきます。特製ラーメンのスープですね。これ鶏と牛ですね。その時の気分によって鶏 100% の可能性もありますし、今豚骨取ってる豚骨でも全然いい肉ですね。チリです。これ激辛なんであんまり入れるとカレーが出来上がった時に入れるので掃除します。この雲はちょっと洗ってあげます。これに新しい分を足していきます。これはブランドメニューですか？これブランドメニューですね。台湾焼きラーメンっていうメニューの上に乗るミンチなんですけど、結構辛いんです。全然辛くないです。結構万人受けするように作ってるんで、あんまり辛くすると食べれないじゃないですか。マイルド注文も受けてるんで、このミンチは辛くしてないです。なんでこの韓国産の韓国唐辛子を、これ辛くなくって赤いんで、こいつを使うようにしてます。辛みは少しだけ入れてるんで、この自家製のラー油のこの辛みはこの辛い唐辛子を少し入れてます。セガガですね。
ドですね。そうだとこの時間から限定スープ。待ってねこれはいよ麺入れてください。今言ったでしょ。セットくるね。上がった。細麺上がった。これってなんでいった？ちょっと長めにしようか。気持ちいい。50？ 50。イカレーはパンタロニンニク。お願いします。その次台湾とラーメンね。はーい。これぐらいホルマシって
きます。全部いけます。セットの麺、これ全部いけるよ。OK。ホルモン欲しいです。ペルモシプンさんはよく来られるんですか？ここの前のお店の時からずっと来てる。今日は何頼まれたんですか？今日は焼きラーメン。お味どうでした？ナイス、最高です。もうここって決めたらずっとここばっかりだからヘビーユーザー。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。牛すじ、こっちが奥三河鶏のチキン、もも肉と肝。お待たせしました。何
ございます。これもあと味付けで。2本やって終わりです。めっちゃいい豚なんで、人生餃子さんが使ってる炊き込みご飯にします。巨大ですよね。熱っ。はいはい。ウスターソース直接入れちゃう。味見てないけど。いい感じですね。油がにじんできてるんで。あ、ロットか。はいよ。大盛りのチャーシュー2枚10点です。待ってください。ネギと、であとサービススープ。限定麺が斬新で、なんか他では食べれないメニューが食べれるところですね。ちょっと真ん中に下ろして。OK。お願いします。よく来られるんですか？週2ぐらい。どうですか、今日の限定のお味。満足です。
点にお願いします。出ましたよ。取ってきます。チャーシュー増しです。天増しです。最後のオーダーです。そうですね。これで。あ、別に一緒に大丈夫ですよ。これどうやって見るの？美味しかったです。ごちそうさまでした。今日特に忙しかったです。夜は特に忙しかったです。昼は暇でした。いつもなら大将もうくたーってベンチで寝ちゃうんだけど、今日は頑張って片付けてます。そうなんですね。当日はもう毎日。そうです、毎日ですよ。